こんにちは。フラッター大学の K ボーイです。今回は M1 の MacBook Air、MacBook Pro、その辺を買った人のために M1 の MacBook のフラッター環境構築の動画を撮っていきたいと思います。環境構築さえしちゃえば他の部分はね、全部一緒なんですけど、ちょっとだけ他のインテルの MacBook と M1 でちょっと環境構築の仕方が、ちょっとだけ違うところ、追加で必要なところがあるので、その部分を含めてね、解説していきたいと思います。ちょっと早口でどんどんね、解説していきますので、止めながら、ちょっと見逃しちゃったら止めながらやっていっていただければと思います。はい。ということで、フラッターって検索して、フラッター環境構築やっていきたいと思います。はい。フラッター開いて、Get Started をね、押して、右上の押して、MacOS なんで MacOS を押しますと。で、やっていきたいと思うんですけれども、まずはちょっと右から Android セットアップっていうのを先にやっていきたいと思います。はい、Android セットアップっていうところを飛ぶとですね、まず Android Studio インストールしろって書いてありますので、それを先に進めます。これ時間ちょっとかかりますんで、とりあえずソフト入ってないとね、何も話進まないんで、これ先にやりましょう。はい、Android Studio のリンク開いて、別に Google でね、検索してもいいんですけど、開いて、ダウンロードボタンを押しますと。で、今回 M1Mac なんで、Mac with Apple Chip ですね。こっちの方をダウンロードします。はい、押しますと。はい。で、はい。で、ダウンロードしたら次 iOS セットアップの方をね、ちょっとこの中から探して、今度はX コードをインストールします。これも Apple Store で普通に検索しても出てきますけど、X コードをインストールします。M1Mac に。はい、これもめちゃくちゃ時間かかりますので、2時間ぐらい覚悟しといてください。はい。で、Wi-Fi 環境もね、結構大事です。はい。そんな間にですね、Android Studio がインストールされたということで、編集してるからね、短くなってるだけですけど、はい。これでアプリケーションにこうフォルダ移動してやっていきますというところで、はい。で、Android Studio ね、開きますと。開いてもいいよと。これドックに追加してね。適当にこれはDo not import settings でいいんじゃないですかね。はい。これで Android Studio、はい、どんどんやっていきたいと思いますけれども、はい。通知はね、受けます。これ、先導ユーセージでいいんじゃないですか。はい。NEXT、スタンダード。好きな方ね、ダークモードかライトモード、好きな方を選んで、はい、NEXT、何もし、適当に NEXT。これね、とりあえずアクセプトと。これちょっと、いろいろ後々ちょっと大事かもしれないですけど、一旦ね、基本的に全部こうアクセプトして、はい、はいと。で、フィニッシュということでね、はい、OK。で、もろもろね、ダウンロードしていきますと、これちょっとまた時間かかりますね。はい、で、ダウンロード終わりそうですかね。はい、終わりましたと。いうところで、フィニッシュ。フィニッシュ。Android Studio 自体のセットアップは OK なんで、次、はい、Get Started、Flutter SDK をダウンロード。一番上にあるやつですね。Get Started の。これを押しますと。そしたら、今度は Flutter SDK 自体をダウンロード Mac にね、しますので、これをね、ZIP ファイルを展開すると。やってください。はい。開きましたら、この Flutter っていうこのね、SDK 自体がね、フォルダになっていますので、はい、これをダウンロードしましたと今。で、今度はこれをどこに置くかというところ、これ適切な場所に置いて、そこにアクセスできるようにすることで、この Mac でフラットアプリね、作れるようになりますので、そこをやるんですけど、ターミナルっていうのをね、開いて、コマンド操作をして、ちょっとやっていきたいと思いますけれどもね。はい。で、はい、これね、コピーして、CD、デベロップメントってやると、デベロップメントっていうフォルダありませんって言われちゃいますので、このデベロップメントっていうフォルダ作ります。はい。mkdir っていうね、make directory っていうのね、書いてデベロップメントってやると、こうデベロップメントっていうね、フォルダできますので、はい、作りますと。そしたら、はい、CD デベロップメントに来て、デベロップメントの場所に行けますと
いうところで、ここまで今何をしたかっていうちょっと解説しますかね。ちょっと一旦パスバー表示して、このパソコンのね、藤川系っていうトップレベルのところに飛びまして、ちょっとカラム表示で見ていきたいんですけど、この藤川系っていうね、パソコンのね、僕の名前のね、やつあって、その下にデベロップメントっていうのをできました。こうやって感じで新規フォルダ右クリックして作成してデベロップメントを作っても同じことです。はい。で、ここにフラッター SDK を突っ込めっていうことを書いてあるんですよ。ここはね、何してるかって言って、unzip って言ってるけど、zip 解凍してそこに置けって言ってるんですよ。だから別にこうやってファインダー開いて、そのデベロップメントのここに、はい、ドラッグ&ドロップでここに入れればいいんですよね、要は。はい。これはね、デベロップメントって名前じゃなくても何でもいいんですけど、一旦そういう風にしてまして、で、今度はこれに対してパスを通すというね、ここに対してアクセスできるようにすると、パソコンがね、ターミナルから、フラッタードクターとか、フラッタークリーンとか、フラッターランってやったら、こいつを使うっていう風にね、できるようにするために、このパスを通すってやつやるんですけど、アップデートパスっていうね、とこを押して開きました、今。これでパスのね、アップデートの方を書いてあるんですけどね、パス通すためにはどうするのかというところですよ。ちょっと一旦ですね、コマンドシフトドットっていうね、キーボードで打つと、これ隠しファイルが出てくるんですよ。隠しファイルってなんか今薄く出てるやつですね。ドットが先頭についてるファイルはね、隠しファイルがついてるんですけど、このエコーシェルって今やりましたけど、ですね、今 M1 買った人はこの ZSH になってると思うんですけど、この ZSHRC っていうところに、パスを書きます。はい。で、ちょっと ZSHRC を作る方法。ちゃんと今これ MacBook Air ね、M1 のやつ買ったばっかりなんで、ZSHRC がないんですよね。デフォルトだとね。なので作りたいと思って今調べてるんですけど、ちょっとこの記事じゃなかったですね。はい。どの記事かなっていうのをね、こういうふうにね、検索して、もう僕もね、忘れちゃったんで探してるんですけれども、どこかな。はい、この超初心者向けのやつでいいかな。ここに書いてあるかな。ZSH のね、コマンドね、ZSHRC 作るためには、どれかというと、この辺ですかね。この touch.zsh っていうね、touch っていうね、コマンドで ZSHRC やると、このファイルが作成されるみたいなんですよ。でこれをやればいいと。作りたい場所で、さっきで言うとの藤川系の場所でね、やればいいと。これまた別の記事見てますけど、はい、タッチなんとかってやると、ファイル作れます。はい。さっきのなんか新規作成みたいな感じでも作れるかもしれないけど、このね、ちょっと特殊ファイルなんでね、コマンドでこんな感じで作りますと。これちょっと間違えてデベロップメント内に今作ろうちょっとしちゃってますね。デベロップメントの場所でやっちゃってるから、デベロップメントに今できちゃった気がしますけど、見てみましょう。はい。ほら、できちゃった。隠しファイル ZSHRC。これ消しました。はい。で、ちょっと戻って、cd.dot でちょっと戻って、藤川 K の場所にコマンドでね、移動して、そこで touch.zshrc とやると、はい。できましたか？はい、できました。隠しファイル ZSHRC、藤川 K の配下にできました。これにパスを書くんですよ。そしたらパスが通るっていうね、アクセスできるようになるんですよ。これコピーして貼り付けましたけど、厳密にこのパスっていうのはアドレスみたいな感じなんで、このファインダーのどこにあるかっていうのをね、これをドラッグ&ドロップでちょっとフラッターの場所を示してやらなきゃいけないので、これデベロップメントからフラッターを押してドラッグ&ドロップでここにおいと持ってくると、さっきの要はね、これで、パスオブユアパスみたいなところにパスオブフラッターギットディレクトリか。ここは実際にあなたのパソコンのどこにフラッターあるかっていうもうアドレスなんで、今みたいにやると、ユーザーの藤川 K の下のデベロップメントの下のフラッターってこれね、なります。はい。これでフラッターにパスが通ったはずですけれども、which フラッターってやってみたら通ってるかな？通ってない可能性がありますか？一旦ターミナル消してもう一回再起動するとね、いけてる時ありますので、はい、ちょっとね、買ったばっかりなのでドックに追加しつつ、which フラッターもう一度やってみると、
通ってますね。これでさっきのね、パスに書いたアドレス出てますので、これで OK ですよ。で、フラッタードクターっていうのをね、ちょっと今からやろうかなと思って、ここにすぐ下にね、フラッタードクターやれって書いてますんで、フラッタードクターっていうね、フラッターのね、お医者さん的な存在なんですけどもね、それをね、ここに貼って、ちょっとエンターというふうにやってみると、なんかいろいろやれって言われるんで、インストールと。これなんか、X コードのね、ソフトウェアとかね、いろいろ必要なやつ、フラッターに必要なやつね、ここでなんか入れてくれちゃったりするんで、これちょっと言うこと聞いて、インストールして OK です。別に危険なやつではない。大丈夫だと思います。はい、ソフトウェアがインストールされましたということで、これで、フラッタードクターもう一回やってみたらどうでしょう。なんか問題が起こってるんですよね。書いてあるのは、なんだろう。なんか Bad CPU type in executable って書いてあって、これね、忘れたんですけど、M1Mac のね、やつはね、M1Mac のね、やり方があるみたいでね、ここをチェックしないといけない。そう。M1Mac はね、このちょっとやり方がね、追加でやらなきゃいけないことあって、これコピーして貼り付けました、今。はい。このコマンドやんなきゃいけない。これをコピーして貼り付けて、エンター。そしたらね、パソコンのパスワードを入れて、はい。したらね、なんかなんか必要なやつね、ダウンロードしてくれるみたいなんですよ。これによって。で、これをなんかやんないと、M1Mac でフラッターのね、使えるようにならないみたいなので、これやりましたと。はいはいはい。で、フラッタードクターもう一回やるとこんな感じで、ちょっと待ちます。はい。ということで、フラッタードクターの結果が出ました。これでなんか×がついてるとこ直していけばいいんですよ、要は。M1 に関して違うところといえば今のコマンド打つか打たないかですね。っていうところをやるっていうところ。はい。で、今フラッタードクターで出たバッテンのところを解決して全部ねチェックマークつくとフラッターの環境構築完了って感じなんで、それを潰していくとここから。はい。ここちゃんと書いてくれてますから、この英語にね。これをちゃんと言うこと聞けばいいんですよ、要は。これをやれって言われてるコマンド、これコマンドなんで大体ね、これをやりなさい。run, pass to SDK manager, intel, command line tool なんとかみたいな。これはちょっとコピーして貼ってみたりとかして、やったらどうなると。ただちょっとよくわかんないことが言われてますね。ちょっと pass to directory みたいなところ、ちゃんとさっきみたいに、ちゃんとしたアドレス書かなきゃいけないのかもしれないんですけど、わかんなくなったらね、もうググったりね、この URL 見るしかないかなっていうことで、これをコピーしてと、Google で、はい、貼って見てみるとなんか書いてくれてますかね。でもちょっとよくわからないんですよね、これ見ても。何すればいいか。何すればいいか分かりませんよ。はい、なので調べます。これを、今のエラーをね、はい、ググります。エラーに書いてあったこと。そしたらなんかね、記事が出てきたりするんですよ。書いてくれてる人がね、いるから、ありがたいことに。で、この謎のエラーをね、解消するっていう、これいろいろ読んで、どうすればいいんだって言ったら、これっぽいんですよね。なんか Android Studio でなんかできることありまして、はい。これをやればいいっぽい。Android、これね、見たことあるんですよね。なんか、ここ、プリファレンス開いて、どこかなっていうことでシステムセッティングスの Android SDK ってところの、どこですかね。SDK ツールズっていうところで、なんかチェックマーク入れて、これなんかインストールしなきゃいけないやつをインストールすると。はい。で、インストールが終わったら、フィニッシュで OK で、はい。これで、フラットドクターやったらちょっと消えてんじゃないか。さっきのバッテンのやつ、少し消えてんじゃない。必要なやつをインストールしたから。で、見てみると、どうですか。ちょっと Android Studio ツールチェーンでのやつが1個消えましたかね。じゃあもう1個消しましょう。1個消えたんで、もう1個びっくりマークのやつ。これは、このフラットドクター Android Licenses を貼っ
てコマンド叩いたら良さそう。あれちょっとミスったのは今あれですね、開業ミスってますね。Android ライセンスって後ろに開業しないでくっつけなきゃいけないのにちょっとコピーの都合でそうなっちゃいましたけど、もう一回フラッタードクターこのスペースハイフンAndroid ライセンスイズやるとなんかイエスかノーみたいな叩いてもう全部イエスですよ。よくわかんないけど全部イエスと。利用規約イエスみたいな、ね、ライセンス利用規約イエスみたいな感じ。これでもう一回フラッタードクターやってみると今のも解決されたので OK です。上から2番目の Android のやつはもうクリアとねチェックマークつきました。はい、あとはこのバッテンのは X コードですよね。さっきインストールしてた X コード、はい、X コードねインストール終わりましたっていうことにします。はい、終わったらこうやって普通にアプリみたいな感じで開けますので、はい、ドックにね、追加してもしなくてもいいんですけど開いて X コードの方の設定をねやっていくと、はい、これアグリーと、普通パソコンのパスワードでアグリーと、はい、インストールコンポーネンツ、もろもろのねコンポーネンツをね入れますと、はい入れましたと、はいで開きますか X コード、はい開きました。はい、これで一応 X コードにインストール完了なのでちょっとフラットドクターしてちょっと調子見てみますか。フラットドクターとやってみてなんかいろいろ出てきちゃってますけど大丈夫ですかね。大丈夫そう大丈夫そうですか。1個消えましたよ X コードのバッテンが。これでもう1個ココアポットノットインストールっていうのを解決すれば全部消えそう。これねフラットドクター全部消せばねクリアなんでミッションクリアなんで、そしたらじゃあ今度ココアポットをインストールするにはどうすればいいかっていうところをねちょっとこの中からまずは探していきたい。それこれかな、スドゥゲームインストールココアポッツをパソコンでやればインストールできちゃうんじゃないかな。ココアポッツっていうその iOS アプリ作る時のライブラリのバージョン管理ツールをパソコンに入れなきゃいけないんですよね。はい、このジェムっていうやつ自体も Ruby のバージョン管理ツールなんですけどね。ちなみにねもうライブラリを管理するためのやつを入れるためのライブラリがジェムみたいな、なんかそんな感じの、そんな感じでマトリョシカみたいなねライブラリ管理のためのみたいな感じでいっぱいいろいろあるかもしれないんですけどね、2つぐらいですかね。ということでね、今のでコカポッツがインストールできたと思われますので、どんどん次行きましょう。はい、多分フラットドクターやるの忘れましたがチェックしてみてください。できたと思います。で次に Android Studio で開いてこのプラグインのフラッターをインストールします。はい。これがね必要っぽいんで、これでインストール完了したらリスタート IDE かもって感じでもう一回リスタート IDE しますと。そして、新しくプロジェクトを作ります。これニューフラッタープロジェクトっていうのができてますので、ここを開いて適当に NEXT と。でプロジェクト名はね好きなやつでいいんですけど、今回ね僕の大好きなコリアンダーパクチーって意味ですね。はい、これで Yes と。一旦これ一回さっき作っちゃったから Already Exist って出ちゃった。でコリアンダーを作成して、新規の新しいデフォルトのプロジェクトがフラッターアプリケーションのアプリケーションのプロジェクトができました。はい、ちょっとプロジェクト上いじってねAndroid だったとプロジェクトってやつに左上いじったんですけども、これではい、メインダートね見れますかね。これ見れることを確認して、これはデフォルトのコードなんでまずは iOS シミュレーターをオープン iOS シミュレーターで押して開きます。開いたらこいつに対してこのデフォルトのアプリをインストールしていくというところで、左上で iPhone13 が、ね、指定されているのを確認した上でこの再生ボタンみたいな今押しました。はい、これでちょっと待つとはい出てきました。このデフォルトのアプリが起動できます。ここまででね iOS の環境構築は OK って感じですね。はい、これ一回閉じて次に Android の環境構築というか、ちゃんとシミュレーター出せるとこまでやります。このデバイスマネージャーみたいに開いて、デフォルトで1個なんかあるんですけど、とりあえずもう1個
これも使えそうですけど、もう一個クリエイトデバイスっていうのをねやって、なんか好きなピクセルとか、選べるやつで好きな、新しめのやつ選んで、それをそのシミュレーターをインストールするって感じで、これ Pixel 5選んでちょっと NEXT 押して、IPは32、適当に最初から選ばれてるやつ選んでフィニッシュしたら、新しいデバイスが登録されました。こいつを、まずは立ち上げて、こいつにアプリをインストールすると。これは再生ボタンみたいなのを押すと、この下の部分に出てくるはず。なんかエラー出たけど根気よくもう一回ぐらいやってください。これはよくあるエラーなんで。はい、OK して。ちょっと待ったら出てきました。さっきの AVD マネージャーなんとかってよく出てくるんで、もう一回やり直してみてください。そしてなんかこんなね、ちっちゃいところにシミュレーターが現れましたけど、これをね、外に出す方法もあると思うんですけど、一旦このままいっちゃいます。はい、ここにシミュレーター出ましたというところで、なんかプラスしたりしたら大きくなるのか。画面自体を、Android Studio 自体をちょっとでかくした方がいいかなと思いますんで、その辺でいろいろいじれますということで開いて、これね、ちょっとちっちゃいんですけど、このちっちゃいのも上にフィュってって感じで、上にここ、そこ広げれば OK。 そう、それで OK。 これでね、大きくなったんで、ここでビルドしますというところで、はい、ちょっと待ちます。同じようにこの上の部分がすいません、SDK なんとかフォンっていう Android のやつに指定されてることを確認した上で、上の右上三角ボタン、再生ボタンみたいなやつを押して起動するんですよね。でこれ無事インストールされればね、このシミュレーターに対してこのデフォルトのカウントアップのアプリが表示されるかと思って、どうですか？はい、出てきました。はい、これでここまでいければ Android もシミュレーター、はい、動いたということで環境構築完了と。これでデフォルトのアプリができたので、ここからはあとはもう自分でカスタマイズしていくっていうところを、他のフラット大学の動画でやっていってるので、昔の動画でも全然通用すると思います。はい、ということで M1 の環境構築の動画でした。はい、M1 でちょっとM1 買った人はね、こちらの動画でやっていただければと思います。以上です。See you next time.